地球の皆さんこんにちは。久しぶりにコスモスを見ると初期の武蔵の生意気さにびっくりしがち。どうも月くんです。ウルトラマンコスモス20周年おめでとうございます。本当は7月7日にこの動画出したかったんですけど、今日はウルトラマンコスモスの解説動画です。特撮作品としての動画ではなくて、ウルトラマンコスモスのこれまでの活躍や経歴についての動画です。ウルトラマンコスモスは100円が多いウルトラマンですので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録をしてくれたらムゲラと友達になります。ウルトラマンコスモスはコスモスペースという宇宙のウルトラマンです。出身地は平成ウルトラマンあるあるの不明で、初登場時の年齢は初代ウルトラマンと同じ2万歳です。コスモス単体での物語は劇場版3本と本編65話で、時代設定はコスモスペースの西暦で2001年から2015年までの物語です。その後もたびたび他の宇宙のウルトラマンと共闘しています。コスモス最大の特徴は、慈愛の勇者と言われるほど超優しい性格で穏やかな性格ということです。怪獣をただ倒すのではなくて、まあ落ち着きなはれとね、落ち着かせて、保護したり共存の道を模索したりします。でも交渉の余地がないと言いますか、凶悪邪悪で明確に敵意があるどうしようもない敵が相手だったらがっつり戦います。ウルトラマンとしての能力は動きが速くてスピードタイプのウルトラマンと言いますけど、防御力も高いです。防衛チームの合図の隊員である春の武蔵という青年と一体化してコスモプラックというアイテムを使って変身します。基本形態は慈しみの青い巨人ルナモード。基本的には話の通じる相手だったらこのモードで攻撃を受け流しつつ、フルムーンレクトですとかルナエキストラクトで鎮静化させるという戦闘スタイルです。拳を作らず平手で戦う珍しい戦闘スタイルです。どうしても話が通じなくて、もうこいつあかんわってなったら、戦いの赤き巨人コロナモードになってブレイジングウェーブとかネイバスター光線を使ってがっつり戦います。途中で勇気を司るエクリプスモードになります。これはルナとコロナの両方の性能を併せ持った万能すぎるモードで、コズミウム光線がめちゃくちゃ強いです。強いというか便利というか、シンプルに威力もネイバスター光線より上で、攻撃と同時に浄化も行います。悪いやつには直撃して、いいやつには当たらなかったり浄化したりします。だからドラマとかによくあるこいつの命が惜しければ銃を置くんだなみたいなシーンでも、もうドーンと人質ごと撃っちゃえばいいんだよとね、どうせ犯人にだけ当たって人質には当たらないんだからみたいな光線です。強すぎ。じゃあルナとかコロナで戦ってないでさっさとエクリプスになってコズミウム光線撃ちゃいいじゃんって思ったそこのあなた、ルナから直接エクリプスにはなれない、一旦コロナモードを挟まなきゃいけないとか、活動時間が1分になってしまうというウルトラマンガイアのスプリームバージョンのような縛りがあるので、脳死でエクリプスになればいいってもんじゃないんですよね。よくできてますね。あとは最終形態と言われるフューチャーモードやスペースコロナモードやミラクルナモードなどが最終章や劇場版で出てきました。他の作品を見ていても、こんな時にコスモスがいてくれたら、誰かコスモス呼んでって思うことが多い頼れるウルトラマンです。ここからは2021年7月現在までに分かっているウルトラマンコスモスの人生経歴について時系列順に解説していきます。時系列はまず劇場版1作目、次にウルトラマンコスモス本編、その次に劇場版2作目、劇場版3作目、それ以降の100円と続きます。見るときもこの順番で見るのがいいです。ウルトラマンコスモスはコスモスペースの西暦で2001年にバルタン星人を追って地球の上空まで来ていて、そこでバルタンとバチバチにやり合って相打ちみたいな感じになって両者墜落します、地球に。その戦いでエネルギーが切れてほとんど動けなくなっていたコスモスを武蔵少年が見つけます。これが2人のファーストコンタクトです。その後科学調査サークル SRC と武蔵少年とコスモスの活躍でバルタン星人を倒すことができます。その8年後にカオスヘッダーという光のウイルスのようなものが地球に飛来した時に、ウルトラマンコスモスも久しぶりに地球に帰ってきます。この時 SRC の本拠地にチームアイズが配属されていて、武蔵少年も19歳になっていて、いい感じに生意気になっています。その地球に飛来したカオスヘッダーというのは、ウルトラマンエースでいうところのヤプールであったり、ウルトラマンガイアでいうところの根源的破滅将来だったり、僕らでいうところの国民の三大義務であったりですとか、そういったシリーズ通しての敵といいますか、ウルトラマンコスモスにとってのそういう存在です。光のウイルスみたいなもので、
生物や物質に感染してカオス怪獣に変貌させます。このタイミングで武蔵とコスモスは一体化して一緒に地球を守っていく物語がウルトラマンコスモスの本編です。コスモスの本編はご存知の方も多いでしょうし、ご存知ない方も見てほしいという思いがありますので、ここではあまり細かく解説はしませんが、カオスヘッダーの戦いで本当に紆余曲折ありました。武蔵とコスモスとチームアイズのみんなで平和を守り抜いただけではなく、最後にとんでもないことを成し遂げました。その模様はウルトラマンコスモスの本編でご覧ください。そして本編後にウルトラマンコスモスと武蔵は一旦分離して一旦お別れをします。本編中に出会った幽星守護獣パラスタンという怪獣と、そのパラスタンが守護する幽星ジュランという星があるんですが、本編から3年後の2012年にその星が怪獣兵器スコーピスに滅ぼされてしまいます。そのスコーピスを使ってギャシー星や幽星ジュランを滅ぼしていたのが異形生命体サンドロスというめちゃめちゃ悪いやつです。そいつが地球も滅ぼしに来て、人類とギャシー星人が協力して頑張るんですけど、なかなか厳しいと。そういう時にウルトラマンコスモスが来てくれて、そしてもう一人ウルトラマンジャスティスも来てくれます。このウルトラマンジャスティスは後で詳しく説明しますが、デラシオンというこのコスモスペースにおける光の国のような正義の組織に属しているか、もしくは協力関係にあるウルトラマンで、コスモスと同じく出身地は不明ですが、出身の星が違うようです。だからコスモスも最初誰これみたいなリアクションなんですけど、エネルギーを分け与えてくれたこともあってか味方と判断して初対面とは思えない抜群のコンビネーションでサンドロスを見事撃破します。エネルギーをくれた直後に攻撃してくる情緒不安定ムーブを見せたラスボスも違う世界にはいましたけどね。そしてサンドロスとの戦いが終わってから3年後の2015年にスコーピスにめちゃくちゃにされていた幽星ジュランが復興して、その幽星ジュランに保護していた怪獣たちを移住させる計画が実行されようとしていました。3年で星1つをそこまで復旧して地球の怪獣が住める環境に整えるってすごすぎますよ。しかしその移住作業のための宇宙船が破壊されてしまいます。誰に破壊されたと思います？そう、ウルトラマンジャスティスです。まあ正確にはグローカー・ボーンというロボットたちとウルトラマンジャスティスなんですが、先ほども説明しました通り、ウルトラマンジャスティスはデラシオンというコスモスペースにおける光の国のような正義の組織に属しています。で、グローカー・ボーンというのはそのデラシオンが作ったロボット兵器です。実はコスモスと一緒に3年前にサンドロスと戦ったのも人類のためではなくて、サンドロスがいろんな星を滅ぼしてめちゃくちゃしてたから倒しただけだと。で、次は人類が宇宙にとって良くない存在、シロアリみたいな存在だから次は人類を滅ぼしますと衝撃的なことを言ってくるわけです。あと数十時間でデラシオンの兵器たちが人類滅ぼしに来るから君らもう終わりやでみたいなことを言ってくるわけです。絶対絶命ですよ。でもまあなんやかんやあってウルトラマンジャスティスはウルトラマンコスモスに協力してくれるんですけど、そうなった過程はウルトラマンジャスティスの動画を出しますのでそちらで説明します。で、ジャスティスと協力してコスモスはコスモスペース最強の兵器ギガエンドラと戦うことになるんですけど、これがもうめちゃくちゃ強いんです。そりゃそうですよね。その宇宙のトップがはいこの兵器でこの宇宙の平和を守りますみたいな感じで作った兵器なんで、知名度がそんなになんであんまり語られることが少ない印象ですけど、歴代でもトップレベルに強い敵だと思います。もう当然全然勝てません。全く歯が立たなくてウルトラマン2人以外正直もう全員諦めてました。そんな時あの奇跡が起こります。宇宙に大いなる2つの力が出会いしとき、その輝きの中で真の姿を表すウルトラマンレジェンドです。三大チートラマンのうちの1人ですね。ウルトラマンレジェンドがそのチートパワーでちょちょっとギガエンドラを倒してくれます。で、コスモスとジャスティスに戻って2人でデラシオンを説得して、分かった、じゃあもう少し人類に猶予を与えようと言ってデラシオンは一旦手を引いてくれます。もうコスモスペース安泰ですよね。デラシオンもいるしウルトラマンレジェンドもいるし平和ガチ勢ですよね、コスモスペースは。デラシオンに一旦ご帰宅いただいた後、武蔵はウルトラマンコスモスと再び一体化して幽星ジュランに移住します。その後年数的にどれぐらい後なのかはわからないですけど、ウルトラマンダイナであるアスカシンに呼び出されて別宇宙にあるフューチャーアースの滅亡を救うために戦います。ウルトラマンダイナとウルトラマンゼロと一緒にハイパーゼットンイマーゴと戦うことになるんですけど、
これまた歴代屈指の強敵ですので、かなりしんどい戦いになります。で、今度はダイナとゼロと合体して、ウルトラマンサーガという限りなくチートラマンに近いぶっ飛んだ強さを誇るウルトラマンに変身します。コスモスに何かあったら至れすぎるので、優勢ジュランに誰かもう一人ウルトラマン住んでほしいですね。その後、優勢ジュランで平和に暮らしていたんですけど、そこに超時空魔人エタルガーというこれまたヤバいやつがやってきます。このエタルガー、時空を飛び回っていろんな宇宙でウルトラマン狩りをしていて、コスモススペースに来た時にはすでにティガ、ダイナ、ガイア、ネクサス、マックス、メビウスを倒していました。めちゃくちゃ強いやつなんで、コスモスも敗北するんですけど、敗北寸前にコスモスが武蔵を分離してくれたおかげで、武蔵はウルトラマン銀河の宇宙にたどり着きます。で、時空を超えてきたウルトラマンゼロや銀河とビクトリーと一緒にエタルガーと戦いました。時系列的にエタルガーとの戦いとの前か後かは分かりませんが、ウルトラマンダイナのアスカ・シンに再び呼ばれて、別宇宙にある王立惑星カノンに向かって、ウルトラマンダイナやウルトラマンオーブ、ジャグラス・ジャグラーと一緒に命の木をめぐる戦いにも関わりました。ウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀では、ハイパー Z のイマーゴと戦ったフューチャーアースやコスモスペースで感知されたアブソリュート・タルタロスの異常なエネルギーを追跡して、ジャスティスと一緒に M78 ワールドに来ました。そこでルーゴサイトと戦うウルトラマン80たちを援護しました。その後のタルタロス戦では、久しぶりのウルトラマンレジェンドを披露してタルタロスを追い返しました。コスモスいろんな宇宙飛び回りすぎですね。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラ戦士名鑑ウルトラマンコスモスでした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。いろんな宇宙を飛び回って顔も広くて、しかも強くて優しいウルトラマンコスモスのこれまでの活躍を簡単にまとめました。こんな感じで解説動画ですとかランキング動画どんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。